戸棚の奥から缶詰出てきた。これずっと前に北海道行った時お土産で買ったやつじゃん。忘れてた。やばい、こんなの絶対賞味期限切れてない？皆さんもこんな経験あるのではないでしょうか。非常食や保存食としても重宝される缶詰、賞味期限が長く開けたらすぐに食べられてとっても便利ですよね。その缶詰を開けるときに使うものといえば缶切りですが、なんと缶切りが発明されたのは缶詰が発明されてから約50年後だったそうです。どうしてそんなことになったのか、缶切りがない時代はどうやって缶詰を開けていたのか、今回は缶詰の歴史と進化についてご紹介します。18世紀終盤、フランスは大革命の最中にあり、ナポレオンはヨーロッパ各地に遠征。革命後も戦争に関わることが多い日々でした。この時代背景こそ缶詰誕生の契機となります。当時のヨーロッパでは新鮮な食品は保存期間が短く高価で、食料といえば乾燥、塩漬け、燻製などの方法で保存したものが一般的で、それらが時に腐ってしまうこともありました。戦場において食事は兵士の士気に関わります。美味しいものが食べられなければやる気が起きないのはいつの時代の人間も同じですね。長期間の航海では偏食による栄養不足で解血病になる水兵もいました。ナポレオンは軍隊を指揮するにあたって栄養豊富で美味しい食料を供給することを重要な課題としていたのです。ナポレオンの辞書に不可能という文字はないそうですが、缶詰という文字もまだなかったわけですね。ここで登場するのがニコラ・アペールです。フランスの菓子職人であり醸造家でもあるニコラ・アペールは1804年、新鮮な果実、野菜、肉、魚、鶏卵などを使用した食品を数年間にわたり長期保存する方法を発見しました。アペールの食品保存の考え方を見ていきましょう。当時、食品を発酵・腐敗させるものが微生物であるということはまだ知られておらず、空気がその原因と考えられていました。そこでアペールが発明した方法とは、空気を通さないガラス瓶に調理した食品を詰め、コルク栓を閉めて密封した後、湯煎鍋に入れて沸騰点、つまり100度で30分から60分の加熱をするというものでした。食品を容器に充填した後、密封し熱を加える。これはまさに現在の缶詰製造原理そのものです。アペールはこの発明によりフランス政府から12000フランの賞金を獲得。またフランス産業振興連盟にこの方法で作った3本の瓶詰めミルクを提出し、6年後に開封して試飲された結果、ミルクは一切腐敗せず試飲も可能な状態だったそうです。後世に残る偉大な発明をしたアペールはもちろんですが、6年間保存された牛乳を初めて飲んだフランス産業振興連盟の勇敢な人にも何かしら栄誉を与えてほしいものです。さて、次に登場するのはフランス人フィリップ・ド・ジラール。1810年、フィリップ・ド・ジラールはアペール法に基づいてガラス瓶より軽量で破損しにくいブリキ缶での加工法を考案しました。ジラールはその加工法を引っ提げてイギリスに渡り、イギリスの商人ピーター・デュランドがそのアイデアの特許を取得しました。1812年にはその特許をもとにブライアン・ドンキンとジョン・ホールがイギリスに世界初の缶詰工場を設立。翌1813年から陸海軍に納入を開始しました。ちなみに当初は手作業で道具や蓋をハンダ付けしていたため、1人当たり1日に60個から70個しか生産できなかったそうです。さて、こうして缶詰がこの世に誕生したわけですが、缶切りが発明されるのはここから約50年後。缶詰はあるのに缶切りはない、空白の50年の始まりです。缶切りを使わずに一体どうやって缶詰を開けていたのでしょうか。当時の缶詰にはその方法が注意書きとして記載されていたそうです。そこに書いてあったのは、のみとハンマーで開けてください。さて、今日の夕飯は缶詰で手軽に済ませちゃおう。まずのみを用意して、ハンマーも用意して、缶詰に当ててガンガンガン。
あら、うまく開かないわね。カンカンカン。お父さん、全然手軽じゃないですね。これが公式で推奨されていたというのは驚きです。この方法は非常に手間がかかる上、怪我をする危険も伴います。我々現代人は、こちら側のどこからでも切れますと書かれた袋がどこからも切れないくらいでイライラしてしまいますが、贅沢言ってはいけませんね。この時代、缶詰は軍用食として多く活用されていたのですが、道具が不足する戦場では斧で切ったり、銃剣でこじ開けたり、時には銃で撃って開ける兵士もいました。そんな乱暴な開け方では中身の安否が心配になりますが、お察しの通り、中身が弾け飛んで台無しになることも少なくなかったようです。缶詰を早く食べたいのに勢い余って壊してしまう。お腹を空かせた兵士の気持ちを思うと、愛するがゆえに傷つけてしまう不器用な恋愛のようで泣けてきますね。しかもこの開けるのが大変すぎて中身が飛び散る問題が解決できないため、この時代の缶詰には飲料などの液体は入れることができなかったのです。こんなに不便だと早々に缶切りが発明されても良さそうなものですが、この無理やりジェネレーションはこの後約50年にわたって続きます。人間の適応力といいますか、意外とそういうもんとして受け入れてしまうのかもしれませんね。この間も殺菌技術の進歩や生産性を上げる機械化が進むなど、缶詰製造技術は進歩し続けるわけですが、転機は1858年、アメリカの発明家エズラ・J・ワーナーが缶切りの特許を取得しました。ワーナーの缶切りは鋭い刃を缶に押し込み、切り開き、金属のブレードで刃が缶に入りすぎないようにコントロールするという仕組みでした。缶切りの誕生により、それまでは固形物しか入れられなかった缶詰に液体なども入れられるようになりました。開封が楽になっただけではなく、内容物のバリエーションも格段に広がったのです。しかし、この缶切りはまだ取り扱いに危険が伴うものだったため、家庭用の道具として普及することはありませんでした。食料品店では、お客さんが買った缶詰を店員が缶切りで開けるサービスをしていたそうです。缶詰の発明から約50年、無理やりジェネレーションから楽ちんジェネレーションへ、ついに缶詰の歴史がリライトされたのです。その後、缶詰と缶切りはさらなる進化を遂げていきます。缶詰を発明したニコラ・アペールの時代、食品の発酵や腐敗の原因は空気によるものとされていました。しかし1861年、フランスの細菌学者ルイ・パスツールは、食品の腐敗は微生物が原因であるということを発見します。その後、食品保存の原則は微生物を殺すことに焦点が置かれるようになりました。パスツールは加熱殺菌法を発明し、缶詰の品質と安全性は大きく向上することになります。また、缶切りについても1870年、アメリカのウィリアム・ライマンが回転ホイール式の缶切りを発明しました。この缶切りが最初に家庭用として普及した缶切りになります。1892年にはアメリカのウィリアム・ペインターがクラウンコルクと呼ばれる金属製の栓を発明。ガラス瓶に食品や飲料を保存する方法を普及させました。このアイデアにより、それまでコルクで栓をしていた瓶詰めビールの量産が容易となりました。ちなみにペインターは2年後の1894年に栓抜きの特許を取得しています。缶切りの発明に50年かかったことを考えると、こちらは実にスピーディーですね。缶詰と缶切りの進化は続きます。1945年にはアメリカでアルミ製の感動を深絞りするドロー&アイアニング、通称 DI 缶の製造法を発明。1963年にはアメリカのアルコア社が缶切り不要のアルミ製イージーオープンエンド、通称 EOE の缶蓋を開発。同じく1963年にレイノルズメタル社がアルミ製の DI 缶を初めてビール用に上市しました。こうして缶詰の使いやすさが向上したり、様々な形の缶詰を製造することが可能になっていったんですね。ちなみに日本で初めて缶詰が製造されたのは1871年、明治4年のこと。長崎の外国語学校に勤務していたフランス語教師から
イワシの油漬け缶詰の製造方法を伝授されたのが始まりでした。1877年、明治政府は石狩に北海道開拓使による官営の缶詰工場を設置し、石狩川を登ってくる鮭を原料に日本で初めて缶詰の商業生産を開始しました。この生産を開始した日が明治10年10月10日であるという記録に基づき、10月10日は缶詰の日と制定されています。さて、現在ではイージーオープンエンドの採用が進み、大抵の缶詰が缶切りを用いなくても開けられるようになりました。しかし、缶切りを必要とする缶詰もまだ流通していますし、自衛隊の戦闘糧食1型のように災害救助派遣や空中投下を前提としている場合には、イージーオープンエンドの缶詰が使えないため、やはり缶切りは必要不可欠となっています。スーパーやコンビニ、そして食卓には多くの加工食品があふれていますが、それらにも缶詰の製造原理が応用されています。例えば、牛乳などの紙パック飲料、ペットボトルのお茶、無菌包装のご飯、ハムやソーセージなどのチルド食品、魚肉ソーセージなど、また医薬品や化粧品にも缶詰の製造技術は応用されています。私たちの生活は今も缶詰の発明に支えられているのですね。現代は様々な不便を解決する機器や便利グッズにあふれています。しかし、缶詰の発明から約50年もの間、缶切りが発明されていなかったように、気づいていないだけで後世に残る大発明のチャンスが意外なところに転がっているかもしれません。空白の50年を終わらせるのはもしかしたらあなたかも。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。